またしてもシーズン中にいきなりルールが変わりました。ハンガリーグランプリから試験的ではありますが、予選で新たなタイムの割り当て方式が導入されることになり、各チームはこれまでフリー走行でやる必要がなかったタイヤの温存を強いられました。予選 Q1 ではハード、Q2 はミディアム、そして Q3 はソフトがそれぞれ割り当てられ、さらにドライバー1人に割り当てられるタイヤもこれまでの13セットから11セットに減らされたのです。これにより FP1 から FP3 も一気に様変わりしてしまいました。各ドライバーからはこのような意見が出ています。マックス・フェルスタッペン。今回の新しいフォーマットだと使えるタイヤのセット数が非常に限られているため、初日はあまりタイヤを使わなかった。ただ少し残念なのは、これだけ多くの人が来ているのにあまり走れないということだ。これは正しいことだとは思えない。フェルナンド・アロンソ。タイヤのルールを変更するのはテニスのトーナメントの途中でボールを変えるようなものだよ。僕たちは F1 世界選手権の途中でルールを変えているんだ。ケビン・マグヌッセン。タイヤを11セットに減らすならセッションを減らした方がいい。フリー走行を1回や2回にしたりね。シャルル・ルクレール。これにより新しいチャンスが生じるかもしれないが、週末を台無しにする可能性だってあるよ。初日の FP1 は途中から雨に見舞われたため、ドライタイヤはほとんど使えませんでしたが、今後 FP1 から FP3 まで全てドライコンディションになった場合、ほとんどマシンがコースに出ないセッションも出てきそうです。利益を上げるためにスプリントレースなどを導入している F1 の動きに対し、これは真逆な効果を生み出しそうです。F1 のこういう矛盾している部分って本当多いですよね。その状況で迎えた FP3。私たちの注目はアルファタオリの角田裕樹とリカルドです。今回の彼らは最初からミディアムタイヤでのロングランをしていました。2人のミディアムタイヤでのベストタイムは角田裕樹が1分23秒994で、リカルドはコンマ8秒落ちの1分24秒819でした。ロングランのペースを見ていると、角田裕樹はセクター1でコンマ1秒からコンマ3秒、セクター2でコンマ2秒からコンマ5秒、セクター3でもコンマ1秒からコンマ3秒リカルドよりも速く、一周につきコンマ5秒からコンマ8秒ほど速いペースを維持していました。その後、ハードに履き替えた時の角田裕樹のベストタイムは1分19秒743。リカルドはコンマ2秒落ちの1分19秒980でした。この時点でコンストラクターズランキング9位のアルファロメオは同じハードタイヤでのアタックラップでアルファタオリの2台よりもコンマ3秒からコンマ5秒も速かったのが気になっていました。セッションの残り10分を切ったところでアルファタオリの2人は新品のミディアムでタイムを出しに行き、角田裕樹が1分19秒156でしたが、リカルドは角田裕樹をコンマ3秒上回る1分18秒828をマークしました。FP3 の最終順位はリカルドが18位、角田裕樹は最下位の20位でした。この結果を見ると残念ながら今回のアルファタオリのアップデートもおそらくチーム的には期待通りの効果を発揮しているのでしょうが、対ライバルを考えると全く効果がないと言えるのです。今回の FP3 では予選でのタイヤの割り当てが変わったことでアルファタオリの2人とオコン、サージェント、ノリスの計5人がソフトタイヤでのアタックをしていませんでした。このことからアルファタオリは Q3 への進出を想定外と捉えていたと言えるのです。たとえ決勝で下位に沈むチームであってもソフトでの一発の速さを披露できる場が奪われたように感じてしまいました。このタイヤの割り当ては今後イタリアグランプリでも試されるみたいですが、個人的に好きではありません。そしてハードタイヤが義務付けられている予選 Q1 が始まりました。1回目のアタックで角田裕樹は1分20秒451で、リカルドはコンマ4秒落ちでした。そして2回目のアタックで
角田裕毅は1分18秒919で4番手タイムをマークし、リカルドも1分19秒037で7番手につけていました。そして最終アタック。リカルドはタイムを更新し、1分18秒906をマークしましたが、角田裕毅はわずかながらタイムを更新できず、17番手で Q1 敗退となってしまったのです。2人の差はわずか1000分の13秒差。その後、リカルドは Q2 で13番グリッドを獲得したので、角田裕毅はいきなりリカルドに負けてしまったのです。リカルドは予想以上にマシーンに適応し、速いことが分かりました。残念ながら、今回の予選では角田裕毅は惨敗しました。しかし、このリカルドを倒すことができれば、間違いなく角田裕毅の評価が上がるということも分かりました。とにかく、角田裕毅はリカルドから可能な限り吸収し、早い段階で彼を圧倒できるようになってほしいです。予選 Q3 でペレスは9番手に沈んでいます。エースのマックスの連続ポールポジションもついに止まってしまいました。つまり今後はペレスの援護が必要となり、それが期待できないとなれば、レッドブルは代役を求めると思います。このような滅多にないチャンスを角田裕毅にはミス逃してほしくはないので、これまで以上にミスをなくし集中する必要が出てきたと言えます。今回、アルファロメオの超グアンユンが予選5番手、ボッタスが7番手と2台揃って Q3 に進出するというサプライズがありました。ここで彼らとのポイント差がさらに開くようであれば、アルファタオリの最下位は確定したと言えるでしょう。現実的に今後の彼らがマクラーレンや今回のアルファロメオのように急激に速くなることはないと思います。その中で角田裕毅には何としてもリカルドを倒さなければなりません。今後リカルドが角田裕毅のポイントを上回るようなことがあれば、リカルドを中心としたチームに変わっていきそうで怖いです。リカルドがチームメイトになった初戦の予選を終えただけの結果ですが、これまでの角田裕毅の比較対象だったデフリースはあまりにもその対象として見合わなかったと言えます。これはデビューイヤーにマゼピンがチームメイトだったミック・シューマッハと被るかもしれません。彼は2年目にベテランのマグヌッセンと組んだことでその差が大きいことが判明しました。今回の角田裕毅もそれに近い感覚ではないかと感じてしまいました。しかし当時のミックとの違いは角田裕毅とリカルドの差が現状では非常に小さいということです。今後リカルドがさらに差を広げる可能性も十分ありますが、それと同時に角田裕毅がリカルドを後押する可能性もあります。負けは負け、今回の予選の結果から角田裕毅が次のステージに登れることを願います。予選を終え、角田裕毅はこう語っています。この結果には素直にがっかりしています。ペースの改善を目指していましたが、最後は届かず Q2 進出を逃してしまいました。今後に向けいい学習にはなりましたが、自分のペースを最大限に高める機会を失ったことはとても悔しいです。レースペースは問題なさそうなので、それを最大限に活かしてできるだけ多くのポジションを獲得したいと思っています。決勝レースも厳しい戦いを強いられると思いますが、そんな中でも角田裕毅にはリカルドの前でフィニッシュしてもらいましょう。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。起立、礼、まったねー。